皆さんごきげんよう、上川薫です。今回お届けするニュースは、ウクライナ情勢関連のニュースから始まり、あまり話題に上がらない安全保障関連のニュースを積み合わせでお届けしていきます。まず冒頭でご紹介しているこの映像は、ロシアの首都モスクワ近郊のバラシハという町にある化学薬品倉庫での大火災の様子です。ロシアでこうした大炎上をしている様子が流れてくると、ウクライナ軍が攻撃したのかなと思うのですが、これは軍需工場の火事ではなかったようです。日中での火災発生に関しては、現地の住民からは、ウクライナ軍のドローンと見られるような飛来物はなかったとのことです。ロシア当局によると、化学薬品倉庫での大規模な火災発生とのことで、消火活動は全く間に合っておらず、火災は4000平方メートルに及んでいるとのことです。いつかウクライナ軍の攻撃によって軍需工場がこのように焼ける姿といったものが映像に上がってきてほしいものです。ちなみにそのウクライナからは新型の巡航ミサイルフラミンゴの発射映像が公開されていました。この映像においては1発だけではなく1発2発3発と連続的に発射する映像が公開されていました。ただしこの映像が実際に攻撃を行うための発射だったのか、それとも性能試験をするための治療映像なのかははっきりとは分かりませんでした。なので、ここ最近のウクライナ軍の軍事拠点に対する攻撃映像をご紹介しておきましょう。こちらの映像では、欧米から供与された精密誘導爆弾を用いて、北部戦線クルスク州におけるロシア軍の前線の拠点に対する攻撃が行われました。東部戦線と違い、北部戦線においては、多くの建物があちこちに残っている状態ですから、ロシア軍兵士も建物の中に隠れてなかなか倒すことができないのが実情です。そのためこのような空爆による一撃必殺のような攻撃といったものは、非常に重要な意味を持ちます。そしてロシア軍に占領されているクリミア半島には黒海沿岸からウクライナ軍のドローンが突入を果たし攻撃を成功させている映像が公開されています。こちらの映像では空港に止まっているヘリに対する攻撃をいくつか成功させたようです。またそれ以外においても海軍の艦艇に対する攻撃も成功したようです。クリミア半島にはロシア軍の防空部隊も配備されています。しかしその陣容はまだまだ薄いようで、ウクライナ軍が攻撃を各地で成功させているようです。そして遠距離攻撃であれば非常にロシア国土が広く、ロシア側は守りを固めることも困難です。そのためウクライナはまずは遠距離攻撃で成果を積み上げようとしています。ウクライナ、ロシア深部の攻撃を計画。ゼレンスキー大統領、戦力と兵器は準備済み。ロシアによるウクライナへの攻撃が激化している中、ゼレンスキー大統領は新たにロシア深部への攻撃を計画していると明らかにしました。ゼレンスキー大統領は自身の SNS で引き続き積極的に国を守る。戦力と兵器は準備済みだと述べた上で、新たにロシア深部への攻撃を計画していると投稿しました。ただ、計画の詳細は明かしませんでした。ロシア奥深くへの攻撃という意味においては、以前攻撃した作戦ではスパイダーネット作戦があります。これはロシア領内にウクライナ軍のドローンを搭載したトラックなどを送り込んで、基地周辺でドローンが発進、空軍基地に止められていた数々の軍用機に対する突撃を成功させました。今回2度目のこうしたスパイダーネット作戦が実施されるといったわけではないでしょう。おそらく最近発表された巡航ミサイルフラミンゴのような長射程の兵器をウクライナが自ら開発生産し、これらを用いた作戦が実施される可能性が想定されます。標的となるのはロシアの軍施設なのか、それとも弾薬庫なのか、軍需工場なのか、石油関連施設なのか、はたまた以前お伝えしたような天然ガスのパイプラインなのか、ロシアの戦う力を減退させるためにも、こうしたロシア本土に対する反撃といったものは非常に重要なものです。攻撃の実施と成功を期待しましょう。続いてウクライナの戦況解説。全体の状況としては大きな動きはありません。相変わらず東部の最大の激戦地はポクロシク周辺となっており、一進一退の戦いが続いています。一方で私がちょくちょく紹介するのは東部戦線北側、一度ロシア軍を撃退し奪還した都市の攻防戦です。イジューム、リマン、クピャンスクといった町は反撃戦によって奪還した町です。特にクピャンスクにおいてはすでにロシア軍が町の周囲に現れるようになり、ウクライナ軍の反撃が少し遅れているように私には見えました。ただ、2回か3回ぐらい前の動画において解説しましたが、突出してきたロシア軍部隊に対する反撃戦が用意されているという話をご紹介しました。そうした作戦計画がどうやらうまくいったようです。
戦争研究所はクピャンスク周辺におけるロシア軍に対するウクライナ軍の反撃作戦が実施され、この丸くつけられている部分においてウクライナ軍が大きくロシア軍を後退させることに成功したと分析しています。あとはここ最近ロシア軍がじわじわ前進し続けているリマン周辺における戦いで予備戦力の投入がいつになるかが気がかりなところです。なおロシア軍の攻勢は戦車や装甲車といったものが次々とドローンによって破壊されることによりバイク兵を使うことがどんどんと増えています。こうしたこともあって中国からロシアへと輸出されるバイクの量がどんどんと増え続けているといったことも報告されています。バイクそのものは一般的な交通手段の一つであり、軍事品目として規制されているわけではありません。しかし民生品の軍事転用といったものが進められている以上、北朝鮮と同様中国もまたロシアによるウクライナ侵略によって利益を得ている国の一つでもあります。続いては、戦争が長期化することによってロシアは軍事中心の国へとどんどんと進んでいます。そのために従来それなりに世界的にも影響力を持っていた分野が今破綻の危機を迎えています。遅れは解消され、状況は危機的だ。ソ連のロケットを開発したロスコスモスが財政破綻を発表した。ロスコスモスの親会社である RSC エネルギアはセルゲイ・コロヨフによって設立され、ボストークや現在も飛行中のソユーズなどソ連の主要な打ち上げロケットを全て開発したが、崩壊の危機に瀕しており、閉鎖される可能性がある。状況は危機的だ。数百万ドルの負債とローンの利子が予算を食い潰し、多くのプロセスが非効率的で、チームの大部分がモチベーションと共有責任感を失っていると、最高経営者のマルツェフ氏は声明で表明した。CEO のマルツェフ氏は、正常に機能し、給与を支払うことができないため、会社を閉鎖する可能性も排除せず、全員に規律と協調行動を求めている。同氏は、会社を再建するのは奇跡の域を超えた課題だと認めている。1946年に設立され、世界初の人工衛星や月、金星、火星に到達したソ連の宇宙ステーションを開発した RSC エネルギアは、2025年6月30日時点の負債総額は3000億円を超えている。年初からも 17% その負債は増加している。ロシアの宇宙産業の危機は、戦争勃発後、ロスコスモスが制裁を受け、ほぼ全ての外国顧客を失ったことでさらに悪化した。2024年末までに、ロスコスモスが実施した宇宙打ち上げはわずか17回にとどまり、これはソ連が初めて有人宇宙飛行を行った1960年代初頭、ユーリ・ガガーリンの時代以来、ロシアにとって最小の記録となった。四半世紀前、ロシアは軌道上打ち上げにおいて、主導的な地位を占めていた。ロスコスモスは年間30機以上の打ち上げを実施しており、アメリカは当時28機、ヨーロッパは12機、中国は5機に過ぎなかった。しかしそれ以降、アメリカの打ち上げは 5.2 倍、中国は14倍近く増加している。その結果、ロシアは宇宙大国の中で3位に転落し、昨年13機の打ち上げを行ったニュージーランドをわずかに上回る程度となった。かつてソ連は超大国としてアメリカとの宇宙開発競争を行っていました。この超大国同士の開発競争は宇宙開発だけではなく核兵器の開発などもありましたし、軍事力の競争なども盛んに行われていました。現在のロシアはそのようなソ連の遺産というものを使ってきたわけですが、ここに来てその遺産の一つ、宇宙開発事業を破綻に追いやろうとしています。それも自らの侵略戦争の報いとして、現在のロシアにおいては宇宙開発に予算を割り当てる余裕は全くなく、国家予算の多くは軍事予算に吸い上げられています。この戦争が続く限り、ロシアの宇宙産業は衰退の一途をたどり、その技術について継承する人もなく、廃れていく一方でしょう。そんな国の指導者であるプーチン氏は、歴史の捏造などを行い、日本からも批判の声が上がっています。産経新聞、プーチン氏、架空の中ロ脅威論で軍国主義を復活と日本非難。歴史でも中ロ共闘アピール。プーチン大統領は8月31日からの中国訪問に先立ち、中国国営新華社通信の書面インタビューに応じ、ロシアの前身、旧ソ連の赤軍と中国軍が日本に勝利し、それにより第二次世界大戦に終止符を打ったと主張した。日本に対しては、ロシアと中国の脅威という架空の口実の下で軍国主義を復活させつつあるとも非難した。プーチン大統領は国際政治における最大のパートナーと位置づける中国とロシアが歴史分野でも
共闘する意思を改めて示した格好だ。プーチン氏はインタビューで、第二次大戦でのドイツと日本との戦いでソ連と中国が重要な役割を果たしたと指摘。この困難な経験が現代まで続く中ロ友好の基礎になったと述べた。また、日本に侵攻された中国にソ連が多大な軍事援助をしたと強調。中国が日本に抗戦したおかげで日本によるソ連攻撃が防がれ、ソ連は対ドイツ戦に集中できたとの歴史観も示した。さらに、大戦末期のソ連軍による旧満州への攻撃が日本に降伏を決断させたとも主張した。その上で、中国、ロシアはヨーロッパや日本によるナチスや軍国主義の美化や歴史の歪曲を断固として非難していくとした。一方でプーチン氏は対日戦で前面に立ったのは現在の中国政府に連なる共産党軍ではなく蒋介石指揮下の国民党軍だったことや東西冷戦期に中ソが長年対立していたことなどの歴史的事実には言及しなかった。プーチン大統領は中国、ロシアの脅威論といったものが架空のものであると述べています。しかし、現実にロシアがウクライナに侵略しているのは明らかであり、中国の軍拡もまた全く衰えることなく続いているものであり、架空でも何でもなくその脅威は高まっています。周辺国との間においても、相手国が認めないような領土、領海、領空の主張なども行っており、これを架空だと言っている方がまさに事実を歪めるような発言だと言えるでしょう。またそのような脅威に対抗せざるを得なくなっている周辺国の反応に対して軍国主義だと言っている方が大いなる間違いというものです。そして、ロシアがウクライナ侵略を行うにあたって、この戦争が長引いた方がいいなと思っているような国もあります。それが北朝鮮でしょう。ロシア向けの兵器生産のおかげで、北朝鮮は8年ぶりの GDP 成長を達成したとの記事が出ています。プーチン大統領への金正恩氏の支援は北朝鮮経済を活性化させた。北朝鮮の GDP は2024年に 3.7% 増加した。これはロシアとの経済関係の拡大とロシアへの軍事物資の供給に関する製造業の発展が牽引したものだ。韓国中央銀行によると北朝鮮の GDP 増加 3.7% という数字は2016年以来の高水準である。韓国銀行によると急速な成長は主に製造業、建設業、工業によって牽引され、北朝鮮当局が実施したいくつかの国家プロジェクトと北朝鮮とロシア間の経済協力の拡大がこれらの産業を支えた。特に化学産業は過去最高の 10.7% の成長を記録。これは主にロシア向け武器輸出用の金属製品の生産増加によるものだ。韓国国防情報局の情報によると、北朝鮮は1200万発以上の弾薬をロシア軍に提供した。北朝鮮は平均してロシア軍に必要な弾薬の半分程度を供給しており、一部の部隊では北朝鮮製の弾薬類などの供給率が 100% にも達していたという。北朝鮮から長距離砲、多連装ロケットシステム、ミサイルシステム、迫撃砲、弾道ミサイル、クラスター弾、様々な兵器や弾薬類などを供給した。6月には北朝鮮がロシアへの供給のために北朝鮮史上最大規模の軍事工場の建設を開始したとも明らかになっている。北朝鮮にしてみれば国連からの制裁もあったものの、その国連の常任理事国であるロシアが制裁破りを行いました。軍需物資などを積極的にロシアが輸入するようになり、さらに兵士や労働者もロシアが大量に求めています。それらの貿易によって得られる北朝鮮の利益は北朝鮮の独裁体制をさらに強化することへとつながっています。そしてロシアによるウクライナ侵攻に関連しては超大国アメリカの動きは大きく影響を与えるものです。しかし残念ながら現在のトランプ政権はその役割を果たしてはいません。アメリカ雇い兵派遣検討と報道、ウクライナ安全の保障、過去にイラクやアフガニスタンで、イギリス紙テレグラフはロシアとの戦闘停止後に米欧がウクライナへ提供する安全の保障をめぐり、アメリカが地上部隊の代わりに民間軍事会社の雇い兵の派遣を検討していると報じた。テレグラフによると、過去にイラクやアフガニスタンでアメリカの雇い兵が基地建設や警備を担った前例があり、同様の手法が取られる可能性があるという。他にイギリスのフィナンシャルタイムズによると、米欧は前線沿いに非武装地帯を設定し、ウクライナとロシア双方の合意の下で第三国による平和維持部隊が監視に当たる構想を協議している。ただ、具体的にどの国がどの程度の兵力を派遣するかについては
アメリカとヨーロッパ、そしてヨーロッパ国内においても意見の相違があるとみられる。イラクやアフガニスタンでの治安維持活動や危険な警備などにおいては、過去に民間軍事会社の要員が任務に当たるといったことがありました。それらで雇われている人たちはもともとは軍隊で活動していた経験があり、一般人ではあるもののある程度任務を遂行することができました。ただ今回の場合だと、その雇い兵を入れるにしても、トランプ大統領はアメリカのお金でそれらの人たちを雇うことはしないでしょう。おそらくヨーロッパ側にその費用負担を求めるはずです。このあたり徹底してウクライナ情勢に関連しては支援をしないという姿勢が際立っています。一方、再軍備を進めるヨーロッパにおいては、財政余力の最もあるドイツにおいては予算を大幅に増加させ、それに伴って人員の拡充といったものにも取り組んでいきます。ドイツ志願制の新たな兵役制度導入へ、ロシア睨み徴兵再開も。ドイツ政府は志願制に基づく新たな兵役制度を2026年から導入する。2011年に徴兵制を停止したが、ロシアのウクライナ侵攻により安全保障の強化が課題になる中で、兵士の大幅な増員を目指す。将来的な徴兵制の再開も視野に入れている。政府によると、18歳の男女を対象に兵役への希望の有無などを尋ねるアンケートを送付。男性には回答を義務付け、女性は任意とする。志願者の中から適性検査で対象者を選び、兵役に参加してもらう。さらに、2027年7月からは、兵役希望の有無にかかわらず、18歳の男性に適性検査を義務付け、緊急時に増員が必要な場合に備える。ドイツ連邦軍は NATO の目標に沿って昨年末時点で約18万1000人だった兵士を最大26万人まで増やし、予備兵も約20万人に増やす。全体で46万人体制を目指しているという。ただし、実際に兵士になってくれる人が殺到するかというと、そういうわけではありません。やはり若い人たちの間においては、なるべくだったら軍隊には行きたくないなという人の方が多くいて、逆に若くない、もはや徴兵制度とは関係のない人たちの間では、徴兵制復活は今の国際情勢からは仕方ないなという意見も見られます。そして、ロシアによるウクライナ侵略の長期化といったものは、国連の常任理事国がどこかの国に攻め込んで、自国のものにしてしまおうという動きを世界に認めさせようという動きです。このような動きが他の国にも波及することが懸念されているわけで、実際の脅威にさらされている国々においては防衛力の強化に取り組んでいます。台湾の来年度防衛予算案 GDP 比 3% 超え。日本は防衛費が GDP 比 2% を目指して増額中のところで、台湾においてはこれをより高い目標 3% へと設定値を掲げています。ただし、台湾の国内情勢としては、親中派の人たちも非常に多いといった問題があり、台湾の防衛力強化のための予算がちゃんと機能するかどうかはかなり怪しい雰囲気です。こういったそれぞれの国における防衛力強化においては、海外からの影響だけではなく、その国の中における反対派の人たちといったものも注意しなければなりません。そして、台湾との関係においても、日本はあまり報道されないところではありますが、話し合いを進めています。読売新聞、台湾有事、退避外国人の情報共有、異例の覚書締結、中国の工作員が入国する可能性を警戒。日本と台湾が台湾有事を視野に、台湾から日本に入国する外国人の情報共有について、協力覚書を結んでいたことが分かった。有事の際に、退避外国人の情報を共有することで、工作員らが混乱に乗じて入国するのを阻止し、国内での破壊工作を未然に防ぐ狙いがある。日台当局間で台湾有事を念頭に置いた覚書を締結するのは異例。関係者によると、日本側は覚書に基づき、台湾からの入国を希望する外国人について情報提供を受ける。その結果、有事の際に国内の治安に悪影響を及ぼす恐れのある人物が含まれていないかを調べる受け入れ審査を効果的に行えるようになる。平時でも台湾の空港で日本に向かう乗客の事前確認などを実施している。外務省によると、台湾には昨年10月時点で約2万1700人の在留邦人がいる。中国が侵攻して台湾有事が起きれば、多数の在留邦人が退避し、現地の台湾人や外国人らも日本に避難する事態が想定される。入国管理の現場では、混乱の隙をついて外国人の工作員やテロリストが侵入する事態が懸念されている。台湾有事は発生しない方が良いに決まっています。しかし、
少なくとも中国の習近平国家主席は台湾は中国のものであり、自分たちの統制下に置かれることが中国共産党の悲願であると述べています。そして一貫して軍拡を続けており、海軍力においてはすでに台湾を完全に封鎖するレベルの軍事力を持ちつつあります。上陸作戦を行う力といったものはまだまだ足りないとは言われていますが、海上封鎖を行うことによって台湾を降伏させる道といったものもすでに選択肢としては浮かび上がりつつあります。台湾有事が発生する事態といったものを想定して今から対応策を打っていかなければならないといった状況になっていることを見逃してはいけません。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。ウクライナ情勢の話からは始まっていますが、同時にその周辺国やもしくは日本周辺の話も合わせてご紹介しています。結局忘れてはならない重要なポイントというものは、ロシアによるウクライナ侵攻といったものはヨーロッパの戦いだよねといった具合にして、その地域に押しとどめて良いような話ではないということです。ロシアによるウクライナ侵略、別の見方をすれば国際秩序を破壊するための戦いです。戦争犯罪をいくら繰り返してもそれらの犯罪者が裁かれないといったような状態が続いているこの状態。他の国に戦争が起きても同じように戦争犯罪が繰り返されても誰も裁かれないような状況が生まれてしまいかねないというわけです。このような状況といったものが他人事ではなく、いずれは日本も攻撃される側として戦闘が発生することも十分考えなければならないわけです。異常な状態が長く続くと、あたかもそれがいつもの日常に感じて関心が下がってしまうものです。だからこそ自ら意識することによって今の状態が異常なのだということをよく理解しておく必要があります。それでは次回の動画でまとめにかかりましょう。またね。